どうも健太です。今回は新幹線通学を6年間やってきた僕が新幹線通学のメリットやデメリットいろいろ語っていこうと思います。東大健太チャンネル。現在本東大健太チャンネルで視聴回数が一番多くなっているのが僕が新幹線通学の実態を紹介している動画です。僕自身大学生時代は家があった静岡県から東京まで6年間新幹線で通学をしておりました。僕の周りでは静岡県から東京の大学に通う人は東京に引っ越して一人暮らしを始める人が多いんですが、僕は実家から新幹線で通学するという方法を選びました。それでね、よく言われるのが、なんで一人暮らししないの？新幹線通学って大変じゃないの？自己紹介で新幹線通学ですというたびに何度この言葉を言われたことか。そこで今回はそんな新幹線通学の実態、メリット、デメリットを語っていこうと思います。この動画を見れば皆さんも一人暮らしという道ではなく新幹線通学という選択肢も頭に入るかもしれません。それではやっていきましょう。まずメリットの一つ目は快適ということです。新幹線に一度でも乗ったことがある人ならわかると思いますが、在来線の座席とは違って、あのふかふかなシートで自分のスペースがある程度確保されていて、テーブルもあるし、最近のだと Wi-Fi とかコンセントもあって、十分快適に時間を過ごすことができます。満員電車に1時間乗られるのは僕もかなり苦痛だと思うのですが、新幹線に1時間座るのは十分快適に時間を過ごすことができて、自分のために時間を使うことができていました。トイレもあるし、Wi-Fi もあるし、コンセントもあるし、いわば自分のサテライトオフィスみたいに使うこともできると思います。僕自身よく大学の課題とか論文を読むとか、そういう知的な作業も新幹線の中でやっていたので、通学時間は無駄にはなっていなかったのかなと感じます。新幹線に乗るとワクワクするという人もいるかと思います。それが毎日できるとなると素敵なことだとは思いませんか？次に先ほどの快適とも関連しますが、時間は無駄にはならないということです。満員電車と違ってかなりやることに制限があるわけではなく、本を読むのもよし、寝るのもよし、食事をするのもよし、もちろん周りの人々に気を使ってマナーを守る必要はありますが、在来線満員電車よりはできることの自由度はかなり大きいのではないかと思います。特に混雑している時間帯でなければ2人席や3人席隣に人がいないということはよくあるので、ある程度自分の好きなようにその場所を使うことができていました。逆に新幹線の中の方が集中できていたような気もします。1時間弱という毎回決まった時間で区切りをつけられていたので、新幹線に乗ってから約1時間集中するぞ、やることを決めておけば時間を無駄にせずに自分の集中のサイクルを新幹線の中で回すことは簡単なのではないかなと思います。次に一人暮らしをするよりは安いということです。新幹線の通学定期券は僕の通っていた三島駅から東京駅まではだいたいこのぐらいの値段です。これは東京都に一人暮らしする場合の家賃とだいたい同じくらいの値段です。一人暮らしをするとそれに水道光熱費や食費といった様々な生活費がかかります。それらの費用を考慮すると一人暮らしをするよりは費用を安く抑えることができます。どの金額まで考えて安いと考えるかは難しいところですが、少なくとも新幹線の定期券だからといって特に高いというわけではないと言えると思います。僕の場合だと週5日ではなく土日も部活で大学に行っていたので週7日14回乗っていました。そう考えるとさらにお得度は高くなります。加えて夏休みなどは定期券を買う必要がないということです。家賃だと夏休みだからといって解約することはかなり難しいですが、新幹線通学の場合だと夏休みや冬休みなど長期の休みで大学に行くことが少ない場合は自分の都合で定期券を買わずに費用を節約する期間を作ることができます。そうすれば1ヶ月で約6万円から7万円、1年間でも15万円ほどは家賃に比べて節約することができるのではないでしょうか。
ちなみに通勤定期券は約9万円と、通学定期券の 1.5 倍以上あるので、費用の面のメリットを考えるのは通勤定期券だと難しいと思います。次に遊べる範囲が増えるということです。定期券ということで、もちろんその範囲は乗り放題ということになります。つまり東京から静岡県までの定期があるということは、その間の横浜や小田原、ちょっと足を伸ばして鎌倉なんかも定期券プラスアルファぐらいの値段で行くことができていました。新幹線はもちろん並行する在来線も乗り放題になるので、かなり範囲は広くなります。僕自身はやったことはないですが、大学の帰りに熱海によってちょっと温泉でゆっくりするみたいなことも可能ではあります。新幹線乗り放題、その範囲遊び放題と考えると、なんかお得な気がしてきませんか？また話の種になるということもあります。逆説的ですが、新幹線通学をしていますというと絶対そこは突っ込まれます。実際どんな感じなのとかよく聞かれていて、新幹線通学がもはや僕のアイデンティティみたいになっていました。新幹線で通っている人というイメージを持たれることは、初対面でも自分のことを覚えてもらえるきっかけになることが多かったように思います。次にデメリットです。まずは朝は早かった。これはそこそこ大変でした。快適であっという間に着く新幹線ですが、時間がかかるという事実は解決することはできません。僕の場合だと一限のある日や土日に部活のある日なんかは7時前に家を出ていました。一人暮らしで大学の近くに住んでいればギリギリまで寝ているということもできると思いますが、どうしても新幹線通学だと朝は早くなってしまいます。その分僕は朝早いと新幹線の中で仮眠を取るみたいなことをしていました。また朝は早いに関連して終電も早いということがあります。東京駅の終電は23時前ぐらいで、これは一般的な東京の大学生の感覚だとかなり早い方だと思います。僕自身は夜遅くまで遊びたいみたいなタイプではなかったので、特別不便だなと感じることは少なかったのですが、大学生らしく夜まで飲み会に参加したい、自由を謳歌したいみたいな人にとっては、新幹線の終電が在来線よりは早いということはデメリットになるかと思います。また在来線に比べて本数が少ないというデメリットもあります。出張などで乗ることが多い名古屋とか京都とか新大阪だけにしか止まらないのぞみ号だったら、東京駅を3分から10分おきに出発していて、そんなに時間の感覚があるみたいな感覚は少ないと思いますが、僕の使っていたこだま号や光号は時間帯によっては朝とか10分に1本走っていることもあるんですが、基本的には30分に1本、1時間に2本から3本ぐらいしか走っていませんでした。そうすると駅に着いたタイミングが悪いと30分くらい待たされてしまうということがデメリットに感じていました。まあこれは慣れてくれば、大学を出る時間を調整することで駅での待ち時間を最小限に抑えるみたいな工夫はしていました。バイトなんかで交通費全額支給みたいなバイトがあると思うんですが、たまにそれの詐欺に遭うことがありました。これは新幹線通学のデメリットというよりはそのバイト先の問題なんですけど、定期券がない夏休みとかにそういうバイトをやろうとしたことがあるのですが、交通費全額支給で1回あたり1往復だと8000以上の交通費が出ることを一度確認したことがあります。するとそれは出すのが難しいという返答が返ってきました。交通費全額支給と言っているのに全額出すことができないのは、それはもう詐欺としか言えないと思います。なんなら法的にも問題があるのではないでしょうか。全額支給というくらいだったらよっぽど上限3000円とかきちんと書いていてくれた方が良心的だと思います。逆に本当に交通費全額支給のところもあって、定期の有無や実費支給とかには関係なく、自宅の最寄り駅のみで交通費を判断してくれるバイト先は、1回行けば8000円ぐらいむしろ儲かるということもありました。あとごく稀に座れないことがあります。基本的には座れるし、両端に人がいないとか、そんなに混雑率は高くない新幹線ですが、特に金曜日の帰りなんかは自由席でも座る席がないということがありました。金曜日の夜は諦めて最初からデッキで立つとか、そういったことをしていましたが、1時間弱ずっと立っているのは疲れている時とか足が痛い時とかにはかなりきついというものがありました。東大健太チャンネル。さあいかがでしたでしょうか。
今回新幹線通学のメリットやデメリット、いろいろな点を紹介してきました。僕自身は6年間新幹線通学を選んできてよかったと思います。もちろん一人暮らしにもメリット、デメリットそれぞれあると思うんですが、大学入学時に戻っても僕は新幹線通学を選ぶと思います。皆さんも大学生になったら一人暮らしをすると決めつけるのではなく、新幹線通学という選択肢も一度考えてみてはいかがでしょうか。また新幹線通学の疑問点等ありましたら、ぜひコメント等もお待ちしております。この動画が良かったと思いましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。概要欄にブログ、Twitter、Facebook ページ、Instagram もありますので、そちらもよろしくお願いします。